おはようございます。安倍義俊です。本日は運命の日で、2024年5月28日、今、ちょうど朝の9時ですね。8時半ぐらいから喋ることどうしようと思ってうねうねと考えてるうちに30分経っちゃった。コーヒー入れたりしたからですけど、もう僕の場合は考え始めるとずっと頭の中で思考がぐるぐるするんで、もう喋っちゃった方がいいみたいですね。喋って失敗したらもう取り直せばいいんで。そんなわけで、外側の話からすると、今日もシグマの FPL で、プラナーの 50mmF1.7 をつけてみました。ピント合ってるかなピント合ってるか全くわかんないですね。F1.7 なんで相当今ピント面が薄いんで、ちょっと動いただけでピントずれちゃうと思うんですけど、ちょっと全部ずれてたら申し訳ないです。そこにモバイルモニターを置いて、画面を HDMI で出力して見てるんだけど、僕の目が悪いんでピントが合ってるかどうかもうすでにわからないっていうね。そんなこんなで、現在9時で、おそらくあと2時間半後ぐらいには、ライカユーザーの、安倍義俊になるわけですけど、嫌な感じだな。すでに、ライカの XE を、持っていたりはするんですけどね、その前にもライカの T を持っていた時期があって、一昨日か、コミティアがあって、コミティアで、村田蓮司さんがお隣の席で、ちょっといろいろ話をさせてもらえて、ライカ買う、M11 買うって言ったら、ついに、みたいな話になって、いろいろ教えてもらったりしたんですけど、そして、昨日は、今日一緒に、ライカの銀座のライカショップに、一緒に行ってもらう、西田渉さんが、昨日はそのライカの今カメラとレンズどれを買えばいいのかみたいな解説動画を作ってくださっていて、もちろんその自分の、作りたい動画ってことで作ったのかもしれないし、もしかすると、ちょっと僕があまりにも悩んでるんで、ちょっと助け舟っていうニュアンスがあったのかもしれないですけど、非常に、助けになりました。そうですね。僕自身は、元々のところは、だからライカの、普通のノーマルの M 型のブラックペイントの方が、シルバーは、普通のライカの M11 はシルバーはもう生産してないのかな。黒いのと銀色のと上のところがね、2種類あって。で、ライカのその普通の M11 と M11P っていう、プロフェッショナルの P なのかな、っていう2種類があって、だから計4種類の選択肢がある中で、M の無印の M11 のシルバーは多分もうなくて。だから3種類ってことになるのかな。ライカ M11 と M11P の違いとしては、背面のガラスがサファイアガラスなのかってことと、内蔵のそのメモリが SSD なのかな ?256 ギガ。普通のやつは64ギガ。で、P モデルは256ギガ。容量が大きいってことと、あと、ライカのその赤いロゴマークのその赤いバッジが、P モデルの方がむしろないっていうところで、僕自身はその赤いバッジ可愛くていいかなと思っていたんだけど、で、西田渉さん的にも、最初に買うんだったら、P モデルはその、わずかな差で値段がちょっと上がるんで、その、ノーマルのモデルでいいんじゃないかって話をしていて、村田さんに話をしたら、村田さんは、ミニマルなものっていうか、モノトーンなものが好きなんで、赤いバッジを許せんみたいになってP に生きなよみたいな話になっていて、人に、流されずに最終的には自分でちゃんと自分の価値観で判断しなければと思いつつも、当日、今日、現場に行って、物を実際に見て、触ってみてかな。おそらく、なるべく、やっぱり確実に、持っていける限りは、どこにでも毎日持ち歩きたいと思って買うものなんで、軽くて済むんであれば。確かね、ブラックペイントとシルバーのと、材質がアルミだったり真鍮だったりとか材質の違いがあって、結構重さが 100g ぐらいなんか違うってカタログ見たらあったかな。みたいなことがあるんで、おそらくのところ軽い方のモデルが欲しいかなと思っております。で、やはりレンズも買うべきみたいなところはもう全員が言ってるところで、確かに僕持ってるのは、今日持っていこうと思ってるのは、ちょっとカビ生えてる疑いのある、エルマーの 35mm の F3.5 で、ちょっとこれは、もしかすると見せるの、何でしょう、ライカのショップの人にもちょっと失礼な気もするし、カビがなんか映ったりする危険とかがあったりするんですかね。だから持って行って大丈夫なのかどうかもちょっとわかんないし、袋に入れて持って行って、いいよって言われたら、ちょっと見せてみようかなと思いますけど、あとは、ズミタールと古い、ライカのレンズの 50mm の F2 があって、あとは自分のなんか個人的なちょっと思い入れがあるんで、リコーのリケノンっていうその広角の 21mm だっけ、のレンズの F3.7 だっけな、ちょっと変わった、絞りのそのレンズを持っていってみようかなと思っていて。正直今ここにつけてるプラナーとかも写り良かったら、
持っていきたいなと思ってるけど、持っていき始めたらもう、きりなくなっちゃうんで、とりあえず、そんなに、ちょっとね、銀座を買った後少し取り歩いて、解散みたいな感じになると思って、レンズ、普通に1本か2本あればいいだけなんですけど、現場で1本買うかどうかですよね。僕の中ではちょっと、すでにこれから5年間お湯を飲むくらい、一枚今コーヒー入れちゃいましたけど、これは、賞味期限が近い紙パックの安いコーヒー。でもこれぐらいちょっと消費しておかないと、6月が賞味期限で慌てて飲んでるところですけど、朝ごはんの時もお湯を飲んでますよ。だったりするんで、本当に切羽詰まってるわけじゃないんですけど、なんだろうな。多分、うちはだから無駄な支出が多かったりして、生活がちょっとタイトじゃないと思うんですよね。だからそのあたり、今回これを機に自分の、手の届く範囲でいいから、生活をちょっと見直して、なるべく、ミニマルで、無駄な出費のないシンプルな生活に、自分の、生活を切り替えていこう。で、シンプルであればあるほど、僕自身は、だからマルチタスクが本当に全くできない人間なんで、何か一個のことに集中、できる環境を作りたくて、で、それはミニマルにしていくことで、そういう無駄なことを考えなきゃいけないことを減らしていけると思うんで、そのあたりも含めて、ちょっとライカ買うのを機に、生活も含めて、いろんなところをちょっと見直していければなと考えております。こんなに一個のカメラ買うのになんか思い入れをあまりにもライカ自体が受け止めきれないですね。こんなにいろんなものを託してしまう。でもいいかなと。せっかくだから、いろいろ自分の中の、なんだろうな。確かに今、自分の中でありがたいことにずっと、だからイラストレーターと漫画家としての仕事も常に途切れずにあって。で、人から、昨日も一昨日も話したけど、人から言われた仕事を、こなしていくと、それで時間がスルスル過ぎて、自分の人生が完了してしまいそうで、どっかで自分の自発性みたいなもの、完全な多分僕自発的に自分で何かを企画を立ち上げるっていうよりは、何かチャンスをもらえた時に素早くそれに応えられるような、余力を常に持っておくみたいな考え方とか生き方になっていくんじゃないかなと思うけど、だから何か、例えば自分のオリジナルの、物語なり、アイデアなりを出せるタイミングがあった時に素早くそれに応えられるようなその体制をもう作っておくみたいなことかな。もともとだから自発性がないと言われていた自分だけど、例えば同人誌みたいな場面で締め切りに追われて何か慌てて考えていくうちに、そういう場面だと外部からのプレッシャーとか人に気を使うみたいな場面が同人誌の中ではないので、そこでは、頭のネジをちょっと緩めるような感じで、楽な気持ちで新しいアイデアの物語をこれ書ききれなくても失敗しちゃっても、シリケルトンボになってもいいやって思いながら書き始められるんで、その結果が、昔の話ですけど、例えばニア・アンダーセブンとか、ハイバネ連盟とか、自分が原作になっているものは、どっちもスケッチブックの落書きとか、同人誌でテスト的に書いた16ページの漫画とか、そんなところからアニメの企画が始まってたりして、そういうものを何か、いつの間にか、アップになってできなくなりつつあったんで、そういうものができる体制を作る。ライカを買うことと関係ないように、思われると思うんだけど、僕の中では、これが繋がってる話で、何か切り替わるきっかけをここで作ろうっていう。だからやっぱ自分の意思で、そういうきっかけを作ろうみたいに思えてる。かなと思うんですよ。なんてことを言って、自発性みたいなことを言った途端に、昨日日曜日のコミュニティ1日だけで、もともと受けていた仕事でもあるんだけど、ちょっと4件ぐらい、割とでかい仕事の、依頼というか、依頼確認というか、いろんなものがあったりして、だいぶそれで、っていうか、でもね、だからそれはどれも基本的には僕の自由なアイデアを尊重してもらえる、ある程度、仕事、だったりもするので、その中で、精一杯、ちょっとちゃんと自分の中にある世界を、うまく外に出していけるようなものをちょっとやらなければなと、決意していたりします。これ誰に向けてってもう完全に自分に向けての話ですね。退路を断つと、一応喋っとこうっていう。ちなみに今日は、いつも、MOV って普通の圧縮するムービーファイルで撮ってるんだけど、今回はシネマ DNG の、10ビットで撮ってます。12ビットいったのかと思ったけど、12ビットにしたらもう数分しか僕の SSD だと撮れないみたいで、ちょっと中身、別な動画が入ってたりするんで、これでも18分しか撮れないんで、多分あと何分かで切れちゃいますよね。話し切らないと。そんなこんなで、そう。で、ライカに話戻すと、レンズをどうしようかみたいな話で、
まあ僕の中では、実はだから21ミリの、フォクトレンダーだけど、カラースコパを買ったんで、とりあえず広角はそこでと思っていて、1本目のレンズを、いずれ今日なのか、その、後々なのかわかんないけど、ライカのその最新のレンズをさすがに1本は持たなければとは思っていて、その中で候補に上がるのは、その西野渉さんの動画の中で、最初に50ミリに行くか35ミリに行くかみたいなところがありますよねって話をされていて、僕の中では35ミリに行こうと思ってて、これはあんまり迷うことはなくて、それは、なんだろうな、シグマが、アートラインを最初に出したときに、最初50だったかな。で、次は35だったかな。で、僕はその35ミリのアート F1.4 が出たときに、これが欲しいなってすごく思って、ツイッターでくよくよな、また迷うようなことを書いていたら、シグマの山木社長が背中を押して差し上げましょうかって言ってもらえて。で、それが、その35ミリの F1.4 を買うきっかけになって。まあ、そんなこんなで、だから最初に買った、シグマの35ミリの F1.4 すごい思い入れがあって、思い入れがあった割に、そうだな、確か、ちょっと縁のある、知り合いの方に譲るような、ことがあって、ちょっと手放して、でも忘れられなくて、また、買い直したりして、また家にだから、35ミリの F1.4 があって、自分の中ではちょっと35ミリには思い入れがあるんで、最初に買うんだったら35かなと。あとは、28ミリのエルマリートとかの、まあこれはだから今日ショップでってことじゃなくて、ちょっと中古で1世代前とかの型落ちとかが、中古で安かったら狙ってみようかなみたいなところで。50ミリは僕のズミタールの50ミリを実際つけてみて、どのぐらいそのポテンシャルがあるのかをちょっと見てみてかな。FP につけていた時とかはやっぱり逆光耐性みたいなものが多分レンズが少し曇っていて、コントラストが低かったり、逆光になった時にゴーストが盛大に確か出たりしていたと思うんで。だからそのあたりを見て、絞ったらでもね、結構綺麗だったと思うんですよね。だからちょっと絞って使ってみたりとかして見てみようかな。35ミリのエルマーの F3.5 も古いやつだけど、そうやってカビてる疑いがあるけど、あるんで、そのあたりもちょっとつけてみてかな。でも、最初に買うんだったら、そのいいレンズをだから1本自分で買うとしたら35ミリから入っていくかなと思います。画角的にも好きで。そして、その35ミリっていうと、だから僕が一番最初のポンコツ式生存戦略みたいな YouTube の動画を撮った時に35ミリでのその F1.4 から、で、撮って、それに関してドリキンさんが35ミリで、ちょっとYouTube であまり見ない画角で、面白いみたいなことを言ってくれたのが確か、ずいぶん前、もう4年ぐらい前の話だけど、なんとなく記憶に残っていて、だったりするんで、自分の中で35ミリ結構思い入れがあるんで、ということですね。今日買えるかどうかはちょっとわからないです。もしかしたら何か例えば予約を、しなくて予約を入れておいて、いつか、みたいなことになるかもしれないし、いろんなことを考えています。9時15分だから、確かあと18分しか取れない SSD の残りだったんで、あと3分ですね。話としてはそうで、やっぱりでも、僕はまだだからライカを手に入れてもいない。ライカの話をしているだけで、人のつながりがふっとできたり、していくのは、ちょっとやっぱり面白いし、歴史があるってこともあるんだろうけど、独特ですよね。そのライカ自体のその文化みたいなものが。そこにうまく、大きなつながりの中のちょっと一部分に、入れたらいいかなと思っております。ということでした。はい。今日はここまでありがとうございました。ではでは。